みなさん、こんにちは。今日は、サッカー、ラグビーについてお話ししていきましょう。日本語を楽しみながら勉強してください。サッカーは、日本では野球と並んで盛んなスポーツです。特に、1993年にサッカーがプロ化されて J リーグが始まってからは、サッカー人気も安定し、競技人口は野球より多くなっています。日本代表チームの国際試合が行われる日には、多くのサッカーファンがテレビで観戦します。J リーグの特徴として、地域に根ざしたチーム作りがあります。J リーグは現在、J1 リーグから J3 リーグまでの3部があり、全部で約60ほどのチームがあります。すべてのチームは浦和レッズ、ガンバ大阪のように、チーム名にホームタウンとなる地域名をつけているので、地元のファンに応援されています。日本に住んだら、地元のチームをチェックしてみるといいでしょう。ラグビーは、高校や大学のスポーツとしても人気があり、特に大学チームの日本一を決める全国大学ラグビー選手権は、毎年とても盛り上がります。ラグビーをテーマにしたドラマも作られています。ラグビー日本代表チームは、世界的な大会ではほとんど勝てないチームとして、これまではあまり人気があるとは言えませんでした。しかし、2015年にイングランドで行われたラグビーワールドカップの南アフリカ戦で、試合終了直前に逆転勝利をしたことで、国内外で一気に注目されます。その後2019年には日本をホスト国としてワールドカップが開催され、ラグビーは日本でもメジャーなスポーツとなりました。ワールドカップを機会に急にラグビーファンになった人を指す、にわかファンという言葉も流行しました。日本は、サッカーとラグビーで、日本代表チームのユニフォームが全然違うのが特徴です。サッカーの日本代表チームのユニフォームは青で、サムライブルーと呼ばれています。ラグビーの日本代表のユニフォームは赤と白の横縞に、桜のエンブレムがついています。そこから日本チームには、ブレイブブロッサムズという愛称がついています。これは世界的には比較的珍しく、特にサッカーは国旗の色と関係ないことから、サッカーにあまり詳しくない人がテレビを見ると、どちらが日本チームかわからないということもあるそうです。サッカー、ラグビーをプレーしたい場合、地元の社会人アマチュアチームがタウン情報誌やネットの掲示板などに募集を出していることがありますので、調べてみましょう。サッカーは、日本では野球と並んで盛んなスポーツです。特に、1993年にサッカーがプロ化されて J リーグが始まってからは、サッカー人気も安定し、競技人口は野球より多くなっています。日本代表チームの国際試合が行われる日には、多くのサッカーファンがテレビで観戦します。J リーグの特徴として、地域に根ざしたチーム作りがあります。J リーグは現在、
J1 リーグから J3 リーグまでの3部があり、全部で約60ほどのチームがあります。すべてのチームは浦和レッズ、ガンバ大阪のように、チーム名にホームタウンとなる地域名をつけているので、地元のファンに応援されています。日本に住んだら、地元のチームをチェックしてみるといいでしょう。ラグビーは、高校や大学のスポーツとしても人気があり、特に大学チームの日本一を決める全国大学ラグビー選手権は、毎年とても盛り上がります。ラグビーをテーマにしたドラマも作られています。ラグビー日本代表チームは、世界的な大会ではほとんど勝てないチームとして、これまではあまり人気があるとは言えませんでした。しかし、2015年にイングランドで行われたラグビーワールドカップの南アフリカ戦で、試合終了直前に逆転勝利をしたことで、国内外で一気に注目されます。その後2019年には日本をホスト国としてワールドカップが開催され、ラグビーは日本でもメジャーなスポーツとなりました。ワールドカップを機会に急にラグビーファンになった人を指す、にわかファンという言葉も流行しました。日本は、サッカーとラグビーで、日本代表チームのユニフォームが全然違うのが特徴です。サッカーの日本代表チームのユニフォームは青で、サムライブルーと呼ばれています。ラグビーの日本代表のユニフォームは赤と白の横縞に、桜のエンブレムがついています。そこから日本チームには、ブレイブブロッサムズという愛称がついています。これは世界的には比較的珍しく、特にサッカーは国旗の色と関係ないことから、サッカーにあまり詳しくない人がテレビを見ると、どちらが日本チームかわからないということもあるそうです。サッカー、ラグビーをプレーしたい場合、地元の社会人アマチュアチームがタウン情報誌やネットの掲示板などに募集を出していることがありますので、